皆さんには毎日の暮らしの中でこれは買ってよかったなと思える道具がありますか？私にはいくつかあります。そんな道具をご紹介しますね。新しい機能がたくさんついた道具も便利なんだけど、実際にはシンプルな道具を使っていることの方が多いような気がします。そんな道具と一緒にいつもの暮らしをご覧ください。このマルチポット、正直なところ迷いながら買ったんですよ。このユニークな形、本当に使いこなせるかなってね。これを使うようになって1年以上が経って、気づくと一番出番が多いお鍋になってました。夜間代わりに夏はたっぷりお茶を沸かします。水切り用の穴が大きめのと小さめの2種類ついてるのも何気に便利なんです。今日のお茶は茶葉が細かいから茶こしを使ってますけどね。大きな茶葉なら蓋についてる穴だけでこせますよ。注ぎ口がついてて液だれしないところもお気に入り。注ぎ口って形状次第ではちょっと残念なこともあるんですよ。例えばこの計量カップ、悪くはないんだけど、注ぎ口の先端に一滴だけ残っちゃうことがあるんです。この一滴が最後の最後に台の上にポトリと垂れる。一滴ぐらいどうってことないんじゃないって思うんだけど、毎日のことだとプチストレスだったりしませんか？こういうのって実際に使ってみないとわからないし、本当お買い物って難しいなと思います。だから買って大正解のお鍋がなおさら愛おしい。お鍋の内側にメモリがついてるのも便利ですね。持ち手はガス火で使うと熱くなります。中身を満杯に入れると結構重いんですよ。だから鍋つかみを使って気をつけて持ち上げる感じ。これはこれでね、今熱いものを持ってるんだよって適度な緊張感があるところがいいと思ってますよ。夏野菜をノンフライトースターで素揚げしてそうめんを茹でましょう。蓋についてる穴を使って湯切りして、このお鍋のまま水にさらして水切り。ざるを使わずお鍋一つで済むのが便利です。この日のお昼ご飯は冷やしスープカレーそうめんにしましたよ。いただきます。最近の東京の夏は尋常でない暑さです。スパイスを効かせてピリッと辛くて冷たいスープ、
つるつるっと喉越しのいいそうめんに夏野菜をたっぷり。生き返りました。たまに食べたくなるポテトサラダ。このお鍋で作るのがやっぱり便利。もう他のお鍋で作ろうと思えないほど便利なんです。茹でてお湯を切って和える。ざるとかボウルを使わないから洗い物が減る減る。じゃがいもを茹でてる間にきゅうりと人参を塩もみ。お湯を切って塩を振って粉吹き芋。ぎゅっと潰しましょう。ツナも入れよう。美味しいです。以前一生ものの道具としてご紹介した鉄のフライパン。あれから3年ぐらい経ちましたね。今も毎日使ってますよ。鉄フライパンはこびりついて使いこなせなくて、フッ素加工のフライパンに戻っちゃったなんて話をよく耳にするけど、ああもったいないなって思います。きちんと予熱して油を引けば大丈夫なのにってね。特にこのフライパンは初心者さんでも使いやすい鉄のフライパン。こびりついてないでしょ。いただきます。甘さほんのりのパンケーキ。手づかみでケーキじゃなくてパンの代わりに食べてます。3人分ぐらいの材料で焼いたパンケーキ。一度には食べきれないから小分けにして冷凍しますよ。朝ごはんとかお昼ごはんとか温めるだけでいつでもパンケーキが食べられる、ちょっと幸せな気分。そうそう、このお鍋のもう一ついいところは冷蔵庫に入れやすいところ。一人暮らしだからさほど大きな冷蔵庫じゃないんです。それでもこのまま入っちゃう。便利ですね。
我が家の椅子をご紹介します。ダイニングテーブルにはこのスツール、お気に入りです。壊れちゃった。作業用の机には背もたれがまっすぐなこの椅子。これもまたお気に入りです。お気に入りに囲まれた生活。そんな我が家に新しい椅子が届きました。何年も前にソファーを処分して、もう大きな家具は買わないと決めたんです。一人で持ち運べない家具はやめておこうってね。なるべく身軽に暮らしたい。だからこの椅子を買うまで1年ぐらい迷いました。背筋をピンと伸ばして座れる椅子があるんだからそれでいいじゃないって自分に言い聞かせてたんですけどね。でも時々ゆったり座って本を読んだりぼんやり庭を眺めたりできる椅子があるといいなと思ったりしてね。お値段的にも私としてはかなり思い切ったお買い物です。椅子は思い切れたんだけど、お揃いのオットマンはポチれなかった。オットマンを買うかどうかはまた1年か2年迷うことにします。それまではこの箱をオットマン代わりにしてみよう。もうちょっと色が濃いとこの椅子と馴染みますかね。よし、明日塗り替えます。おはようございます。箱の塗り替え作業に取り掛かる前に朝ごはんを食べないとね。鉄フライパンでチャーハンを作って素早くご飯を済ませよう。今日もこびりつかないフライパン、いい一日になりそうです。いただきます。普通の鉄フライパンは洗ったら空焼きして、できれば油を塗っておきたい。でもね、このフライパンはそんな手間をかけなくても大丈夫。洗うだけでいいんです。塗料もお気に入りの茶色い蜜蝋です。 DIY で作ったテーブルも棚もこの蜜蝋にお世話になってますよ。蜜蝋はケチケチ塗ってくださいねと言われました。薄く薄く伸ばす感じですね。
ナチュラルな仕上がりがいい感じです。蜜蝋が乾くまでこのままにしておきましょう。なくてはならない道具3つ目はこのトタンのじょうろです。もう何年も使ってて、最初はピカピカだったのが今では随分味が出ましたね。でも今でも使うたびに感激するじょうろ、そんなものに出会えるとは想像もしてなかったですよ。じょうろはもう一つ持ってるんです。緑のじょうろ。水の出方が全然違うんです。緑のは普通のじょうろ。穴の大きさはこのぐらい。感激するじょうろは穴が細かくて水の出方がとっても繊細。水を入れる部分に網がついててゴミが入らない。ちゃんと考えられてますよね。ホームセンターで見た目に惹かれて買った外国製の緑のじょうろ。もちろんお花に水をあげられることはあげられますよ。感激するトタンのじょうろはお水の出方が優しい。それでいて狙ったところにピタリと届くんです。朝夕の水やりで気分が良くなるじょうろなんです。読書用の椅子で本を読みましょう。体をしっかり包んでくれる安心感。気持ちよすぎて寝ちゃいそうです。一生ものの椅子になってくれそうです。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。